ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、競走馬を育てている北海道内の牧場で起きた子馬への暴行疑惑の話題についてよ。現在、厩務員とみられる男性が子馬を殴ったり蹴ったりするなどの様子が映った動画が X 上で取り上げられ、波紋が広がっているのよ。今日は北海道の牧場で起きた生後間もない子馬に対する暴力行為の全貌、そしてこの問題に対する牧場側の主張や関係機関、専門家たちの見解について徹底的に解説していくよ。なんそれ、子馬ば殴ったり蹴ったりするって信じられんばい。しかも、それが X で拡散されとるって相当ヤバか事態やん。今日はその事件の詳しい言葉、しっかり聞かせてもらうけんね。本当に痛ましい出来事だよ。まずは、X で拡散されて大きな波紋を広げている動画の内容について詳しく説明していくよ。この動画は、厩舎、つまり馬を飼育している建物の中で撮影されたものなの。動画では、厩務員と思われる男性が、こら、ふざけるな、と声を荒げるところから始まって、子馬が逃げ惑っている様子が映っているのよ。大声で怒鳴りつけるなんて、子馬からしたら恐怖でしかなかばい。逃げ惑うのも当たり前たいね。そうなの。そして、その騒ぎを聞きつけてか、子馬の親と見られる馬も入ってくるんだけど、男性は全く容赦しないのよ。男性は、子馬の手綱を取ると、左手で子馬の口を塞ぎ、右手で、その頭を押さえつけるんだよ。ちょっと待って。親馬が見とる目の前で、そんなことしよると？親馬も、気じゃなかろうに、なんで、そんな残酷な言葉するん？さらにエスカレートしていくのよ。男性が子馬を壁に叩きつけると、子馬は苦しそうにいなないていたそうなの。それでも、男性は子馬を引っ張っていって、人を舐めんなよ、と叫んだんだよ。そして、直後には、大きな音が鳴り響いたのよ。はぁ？人を舐めんなよ、って相手は馬やん。しかも、まだ小さい子馬やろ？人間のヤンキーの喧嘩じゃなかっちゃんけん。動物相手に何ば言っとると？壁に叩きつけるとか、完全に虐待やんね。本当に胸が痛くなるよ。動画はまだ続いていてね。男性はカメラ前に戻ってくると、子馬を倒して馬乗りになるのよ。子馬が抵抗して暴れると、男性は子馬の頭を何度も殴るような様子も確認できるの。その間、親と見られる馬はどうすることもできずに、ぐるぐると付近を回るだけだったそうなのよ。親馬の気持ちば考えると、涙が出てくるばい。自分の子供が目の前で馬乗りにされて殴られとるのに、助けてやれんって、どんなに辛かったか。その男、本当に血も涙も泣かね。その後も、男性は、子馬の口を塞ぎ、首を押さえつけ、子馬が暴れると、また壁に打ちつけたのよ。そして、最後には、子馬を蹴り上げて、なんだと思ってんだ、オラ、と叫んで、子馬を連れ出すところで、約3分の動画が終わっているのよ。3分間も、ずっと、そんな暴行が続いとったと？地獄のような時間やん。蹴り上げて、なんだと思ってんだ、で、お前こそ自分ば何様と思っとるとや、って言いたかばい。本当に腹が立って仕方なかね。ちなみに、この動画に映っているのは、北海道日高町の浜本牧場と見られていて、暴力行為に至るまでの経緯などは、切り取られた動画だけでは確認できないんだけど、でも、これらの動画は、2026年3月15日頃に、X で取り上げられて、一部で動物虐待ではないかとの声が上がり、一気に拡散されたのよ。そりゃ、相対。誰が見ても虐待としか思えんもん。拡散されて当然ばい。投稿によると、この映像は、もともと YouTube チャンネル、子馬カメラで配信されていたものなのよ。画面には、13日15時45分からの時刻が表示されていて、そして、動画で映っていたのは、北海道内の牧場、浜本牧場で飼育されている、なんと、生後20日ぐらいのサラブレッドの子馬だというのよ。生後20日？まだ生まれて1ヶ月も経っとらん、人間の赤ちゃんと一緒やん。そんなちっちゃい子馬に馬乗りになって殴る蹴るって本当に鬼畜の諸行ばい。信じられん。この動画が X 上で拡散されて様々な意見が寄せられているんだけど、ネットユーザーからは虐待では動物愛護の観点から許されないといった批判の声が殺到したのよ。ネットの反応も当たり前たい。これば、見て、しつけですね、なんて言うやつはおらんやろ。それで、その牧場側はなんて言い訳しとると？これに対して、牧場側は動物虐待とする一部の声に X で反論したのよ。人に危害を加えそうになったので、しつけで動画のような行為を行った、などと説明しているの。は？しつけ？生後20日の子馬が人間にどんな危害ば加えられるって言うと？
100歩譲って噛んだり蹴ったりしようとしたとしても、壁に叩きつけて馬乗りになって殴るのがしつけなわけなかろうもん。ただの暴力ば正当化しとるだけやん。浜本牧場は拡散動画の事実関係について直接は言及していないんだけど、X にこんな投稿をしていたのよ。毎日毎日蹴られていろというのかい。我慢して馬房に入るたび蹴りに来るのをとうとう喧嘩して蹴らなくなり、逃げなくして、今や無駄に力は入らずどこでも触らせて、切り取った動画で文句言われる筋合いないんだ、ってね。切り取った動画で文句言われる筋合いないって、どの口が言いよると？どんな経緯があったにせよ、あの暴力が正当化される理由にはならんばい。喧嘩して、で、相手は、生後20日の子馬やぞ。大人げ、中にも程があるたい。牧場側にも言い分はあるのかもしれないけれど、世間の理解を得るのは難しかったみたいだよ。結局、批判が殺到したためか、牧場のアカウントは17日夕になって削除されてしまったのよ。都合が悪くなったら逃げると。ますます印象悪かばい。反論するなら、最後まで堂々と説明すればよかとに、アカウント消して逃亡とか、自分たちが悪いことしたって認めとるようなもんやんね。そして動画が配信されていた YouTube チャンネル子馬カメラの公式 X も16日にこの件に対すると見られるお知らせを出したのよ。そこでは現在子馬カメラに関して様々なご意見をいただいておりますとして状況を確認しながら今後の発信や運営体制も含めて見直しを進めていますと説明しているよ。子馬カメラの方もまさか自分のチャンネルの配信でこんな虐待の証拠が映り込むとは思っとらんかったやろうね。でも、事実として世に出てしまった以上、ちゃんと調査して対応せなあかんばい。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。うちからもお願いするばい。コメントも全部読んどるけん、思った言葉、どんどん書き込んでね。チャンネル登録、よろしく頼むばい。それじゃあ、話を戻すよ。この騒動を受けて、関係機関も動き出しているの。今回の動画について動物愛護法に関係する北海道の担当課は3月17日 J キャストニュースの取材に対してこう答えたのよ。現時点では動物虐待かどうかの判断は行っていません。個別の事案については具体的なことはお知らせできません。関係機関と情報を集めており今後の対応を検討しています。警察とも情報共有を行っています。と。お役所仕事やね。現時点では判断してない。で、あの動画ば見てまだわからんと？でもまあ、警察とも情報共有しとるってことやけん。裏でしっかり動いてくれとるんやったらよかけど。そうね、行政としては慎重に事実関係を確認する必要があるからね。さらに、牧場のある町の畜産担当課も、同日、取材に対して動物虐待に当たるかについて、馬のしつけで殴ったり蹴ったりするのは極端なことで、一般的ではないと思われます。動画の行為が虐待になるかどうかは根拠づけできていませんので、何とも言えません。もし虐待と判断されれば、動物愛護法上の警察対応になります。で説明しているのよ。一般的ではない。で、そりゃ、そうやろ。あんなの一般的やったら、日本の競馬界はおしまいたい。町の人たちも根拠づけがどうのこうの言わんと、早く止めに入ってほしかね。町の担当課は、一方で、地元の農協に情報を求めたり、道の担当課に対応の相談をしたりしていると説明したよ。そして、警察にも状況について話していることも明らかにしたの。いろんな機関が連携して動き出しとるみたいやね。警察はなんて言いよると？動画について、北海道警は、同日の取材に、こうコメントしているのよ。SNS の内容は承知しておりますが、捜査に関する個別、具体の内容については、回答は差し控えます、と。なるほど、警察は、捜査の内容は言えん、ってことやね。ってことは、もう、水面下で、捜査が始まっとるかもしれんってことたいね。徹底的に調べてほしかばい。そしてね、この動画が配信された牧場は、実は競走馬を送り出していて、過去には、なんと、重賞レースの G1 を制した馬も出しているような実績のある牧場なのよ。G1 馬場出したことのある牧場なん？そんな立派な実績があるのに、なんで、こんなことになっとると？余計にショックばい。だからこそ、競馬界全体にも、大きな衝撃を与えているのよ。レースを運営している、日本中央競馬会、いわゆる JRA の報道室にも、取材依頼が行っていたんだけど、3月17日の18時30分頃に、JRA からメールで回答があったそうで、JRA は、なんて答えとると？さすがに怒っとるやろ？JRA は、各牧場は、それぞれが独立した事業主であり、
JRA が直接指導する立場にはありません、と前置きした上で、こんな見解を示しているよ。若馬の育成において、人馬の安全性を確保するため、人がリーダーであると教えるしつけは大切です。しかしながら、その大前提は、人が安心できる存在であると理解させ、人馬の信頼関係を築くことにあります。力で屈服させるのではなく、要求を理解させ、従順になるよう教育することが重要です、と答えたのよ。おお、さすが JRA。その通りたい。人が安心できる存在であると理解させるのが大前提やんね。あんな殴る蹴るの暴力で馬が人間馬信用するわけなかろうもん。恐怖で支配しとるだけたい。さらに JRA は牧場の動画について今般の事案についての個別のコメントは差し控えさせていただきますが JRA としては前述の管理指針に基づいて若馬の育成を行っていくべきと考えておりますとコメントして締めくくっているよ。メディアは動画が配信された牧場にも取材を試みているんだけど電話に出ない状態が続いているそうなのよ。JRA からも事実上の苦言ば呈されとるやん。牧場側は電話にも出んって逃げ隠れしとる場合じゃなかろ。ちゃんと表に出てきて説明する義務がある場合。今回の拡散動画に対しては馬の育成や調教などに携わる専門家や団体からも懸念の声が SNS でたくさん上がっているのよ。プロの人たちはどう見とるん？やっぱりありえんって感じ？厳しい声が相次いでいるよ。茨城県にある馬上馬術&競走馬専門トレーニング施設エフォートステーブルは X でひどすぎる。犬や猫含めその他命を持つ動物と関係を持つすべての方々。感じることは確実にあると思うと投稿して強い不快感を示しているのよ。馬だけじゃなくて動物馬愛するすべての人にとってあの動画は耐え難いもんね。プロから見てもひどすぎるって言われるってことはやっぱり異常なんやね。日本乗馬普及協会も人より大きい動物をいかに力ではない方法で信頼関係を築いていくかが大切ではないのか。方法と手段が全く理解できないと疑問を呈しているよ。その通りばい。馬は人間よりずっと力が強い生き物なんやけん。力でねじ伏せようとしたらいつか人間側が大怪我するばい。信頼関係がないと成り立たんスポーツやんね。さらに、元 JRA 騎手の和田翼さんもコメントを出しているよ。動画を見て本当にショックを受けましたと衝撃を明かした上で詳しい事情やその場で何があったのかはわかりませんと断りつつもどんな理由があったとしてもあのような扱いはあってはいけないと思いますと述べているのよ。元ジョッキーの人が言うと重みがあるね。どんな理由があろうとあんな暴力は絶対にあってはならんってことたい。さらに馬上馬術で東京オリンピックに出場した林慎吾選手も声を上げているよ。林選手は自分の人生の中で馬が人間に危害を加えようとして向かってきてると感じたことは一度もないなどと綴っているのよ。牧場側が危害を加えそうになったと主張したことに対する実体験に基づいた反論と言えるね。オリンピック選手が危害ば加えようとして向かってきたことは一度もないって断言しとるんやね。牧場の言い訳がますます苦しくなってきた場合。そして JRA 美穂トレーニングセンターの調教師である鈴木慎太郎さんも自身の厩舎の公式アカウントで馬の取り扱いについて説明しているのよ。噛まれたり蹴られたり指示に反抗されたりと思い通りにいかないことがたくさんありますと日常の苦労を明かした上で次のように綴っているの。現場の調教師さんはどう対応しとるん？鈴木調教師はその時に最も大事なのはなぜその馬がその行動をしているのか？原因を見極め、その原因に応じた対処をすることです、と説明しているのよ。そして、命の危険もある仕事だけに、時によっては、強い動作で馬に接する場合もありますが、それが許されるのは、叱ることで、より良い方向へ馬を導く意図のある時だけです、と、厳しい態度を取る時の明確な基準を示しているんだよ。なるほどね。原因を見極めることが大事なんやね。ただ感情に任せて殴る蹴るの暴行ば加えるあの牧場のやり方とは天と地ほど違うばい。強い動作ばするのもより良い方向へ導く意図がある時だけって愛がある剣こその言葉やん。専門家や関係者たちの言葉を聞くと馬との関わりにおいて信頼関係がいかに大切かということがよくわかるよ。今回の事案はその大前提を大きく逸脱してしまったからこそこれだけ多くの批判を集め炎上しているんだと思うよ。多くの人が心を痛め、問題視しているこの事件、警察や行政の今後の調査によって、しっかりと真相が解明されることを願うばかりだよ。本当やね。
子馬がこれ以上怖い思いませんように、そして競馬界からこんな悲しいニュースがなくなるように、しっかり対応してほしかばい。ということで、今日は競走馬を育てている北海道内の牧場で起きた子馬への暴行疑惑という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。